皆さんこんにちは、クレアです。今日はこちらにありますこの糸を使ってバッグを編んでいきます。で、まず一つずつご紹介しますと、こちら私はキャンドゥさんで購入しました雑貨ジュートになります。これは面が 55% でジュート 45%、25g、32メートルで、かぎ針は5から7号の指定です。面が半分入っていて、すごい柔らかくって編みやすい感じですね。こちらがバーコードナンバーです。で、これはキャンドゥさんで購入したんですけれども、セリアさんでも同じような感じのクラフトジュートっていう、これはカラーナンバー6番ですね。全く一緒です。それが売ってます。はい、これ五商産業さんで一緒なんですけれども、色がね、ちょっと見てみると、この糸がちょっと黄色っぽいような感じかなっていう感じなんですけど、天然のものだったりとかするので、これ去年のものです。去年購入したので、今年購入したりとか去年のものだと少々ね、色味が違ってくるかもしれないので、ロットナンバーとかも違うので、でも同じような感じでは、こちらセリアさんのクラフトジュート、これが売ってあります。はい。で、それからこちらのデコボコットンなんですけれども、これはセリアさんで購入したものになります。はい。で、右の方がカラーナンバー5番、左の方がカラーナンバー6番です。面が 85%、ポリエステルが 15% で 25g 58メートル、かぎ針は4から6号の指定です。で、これはすごい可愛い糸なんですけれども、ボコボコして、そんなにね、色がパーッとした明るい感じではないので、落ち着いた色味ですよね、どちらとも。なんか色はちょっと奇抜っぽいような感じもなるんですけど、こっちは落ち着いた感じになってます。こっちはピンクとグリーンなので、対照的な色にはなるんですけれども、これを2本取りで編んでいきます。こっちとこっち1本ずつで2本取り。どうなるかっていう感じなんですけど、はい、同じ色味じゃなく違うので合わせてみます。で、それからこのバッグを内布として使っていこうと思います。これはセリアさんで購入したものになるんですけれども、こちらですね。このトートバッグ。いつも私これを使うんですけれども、船型トートバッグ、ヘリンボーン風ロゴ柄っていうことで、これはヘリンボーン風になってるんですけれども、これグレーで、もう一個ベージュのヘリンボーンのバッグがあります。でもこれ前からずっとあるような船型トートバッグってやつなので、全然昔のやつでも使えるかなと思うんですけれども、今年はこういった感じで出ているので、セリアさんに出だしたばっかりなので、多分あると思います。前のやつでもだいたいこれぐらいの大きさになるかなっていう感じです。大きさをね、今測っていくと、横がね、これね、100均なのでちょっと内側に入っているので、上の口のところでいくと28センチ。上から下までで18.5センチ。で、町の部分ですね。町の横が、17センチぐらいの、縦が12センチということで、結構12センチも幅があるので、小さい小ぶりなんですけれども、普通にお買い物とか、ちょっとしたお出かけとか、普通にお出かけするのにもこれでも十分かなって思います。はい、こちらを内布として使っていくのと、で、それから道具はこちらです。単数マーカーととじ針と、それからハサミ。で、かぎ針はこちらですね。2本取りとかで編んでいくんですけれども、この5号針3ミリ、ちょっと小さいかなと思うんですけど、こちらを使って編んでいこうかなと思います。はい、それではこちらですね、6号針を使用して編んでいきます。で、まずそこから編んでいくんですけれども、そこの編み方は往復編みでずーっと編んでって、周りをぐるーっと一周ですね、細編みで整えてから側面に入っていくっていう、私いつも編んでる編み方があるんですけれども、そちらでやっていきます。で、糸処理できるよりちょっと短めで大丈夫です。それぐらい残してもらって、編みくるんじゃうので、ちょっと残すぐらいにして、ここからこの幅に合うような形で編んでいきます。ここよりちょい小さめぐらいの鎖で編んでいこうかなと思うので、あまりも緩くもなくですね。はい、こんな感じ。いつも通りな感じで鎖を編んでいきます。はい、こんな感じで鎖を20目編んできました。で、この大きさが、何センチだったっけ？ 12 センチぐらいなので、今 12.2 センチなんですけれども、これで端から合わせてみると、こんな感じですね。
ちょっと短いかなっていう感じなんですけど、伸ばしたら一緒ぐらいなんですね。普通に軽く置いてみるとこれぐらいなので、ちょい小さめの方がいいかなと思うので、これぐらいでいきたいと思います。はい。それではここから1段目ですね。入っていきたいと思います。はい。それではまずは鎖を1つ立ち上げて、1、2、2目目の裏山。ここのところに細編みを編んでいきます。ちょっと入れにくいかもしれないんですけれども、ここに細編みを1目。で、わからない方は細編みの頭に段数マーカーをつけて目印にしてみてください。で、そしたらまた同じように隣の裏山。ここに入れて細編み。で、隣の裏山に入れて細編み。という感じです。ちょっとね、糸割れとかこの糸はしやすいので、このところね、ジュートとコットンのところのね、糸割れがすごいしやすいので、1本ピッと出ただけでもすごく気になるので、編んで、ちょっと変なところがないような感じで、ちょっと行って確認するみたいな感じにしていただいた方が綺麗に編めるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで端まで細編みを編んでいきます。はい、こんな感じで端まで細編みを編み入れてきました。で、こう合わせてみると、だいたいこんな感じになってます。で、周りに一周編み入れていくのと、ちょっと今から編むと少し大きくなるかもしれないので、だいたいこれぐらいの大きさにして、それからもう2段目とか編み進めていこうと思います。はい、それでは2段目です。鎖を1つ立ち上げて、裏を向けます。で、往復編みで編んでいくので、前段の細編みのところにまた細編み。で、わからない方は、この細編みの頭に段数マーカーをつけておいてください。で、隣の細編み、隣の細編みという感じで、細編みで往復編みを編んでいきます。で、今みたいな感じで、また端っこまで編み入れたら鎖を1つ立ち上げて表を向ける。で、また端っこの細編みから順番に編み入れるという感じで、段数をこのまま細編みの往復編みで増やしていきます。はい、こんな感じで32段細編みの往復編みで編んできました。で、今そこにこうやってして合わせてるんですけれども、ぐるっと一周、あともういけるかなっていう感じになってるかなと思います。ちょっとだけ小さい感じ。で、実際にここを測ってみると、横幅が16センチぐらいですね。で、こちらの方は上から下までが11.5センチぐらいなので、ちょっと空いてるかなっていう感じかなと思います。はい。で、ここで終わりにして、次はここの周りをですね、ぐるっと一周細編みを編み入れていきます。で、編み入れ方は別動画で撮ってるのがあるので、そちらを見ていただいて一緒に編んでみてください。ちょっとね、動画にすると長くなっちゃうので、いつも別動画を見ていただいてるんですけれども、目数表はこんな感じになります。で、そこの目数としては32段ずっと編んできているので、1段ごとに1目ずつ細編みを編み入れていくので、32段イコール32目細編みということになります。上と下はそんな感じで、左と右左右のところですね、20目鎖を編んでいるので、20目。それに、この端っこのところですね、角のところが1目ずつこう増えていくので、ここのところだったら20目、プラス2目で22目になります。で、右のところも同じく22目ということなので、上下は32目プラス32目で64目。で、左右のところが22目プラス22目で44目になります。で、合計上と下を足したら108目ということで、模様編みは3目で1模様になるので、108割る3だったら割り切れると思うんですよね。なので、こんな感じになってるんですけれども、もしもここで目数が違う場合であったら、3の倍数になるように、ここの最後周りをこう今から編み入れていくと思うんですけど、ここでちょっと1目目数を増やしたりとかして数を調節していただくとうまいこといくかなと思うので、1目か2目ぐらい、4目ぐらいだったらこう増やしていっても大丈夫かなとは思うんですけれども、3の倍数なのでちょっとちょこちょこちょこっとどこか増やし目をして数を3の倍数ですねになるような感じでしていただければ、上からの模様編みも綺麗にいきますので、もしも違う場合ですよね。違うかもしれないので、その時には細編みで調節をしてみてください。はい。では、これが目数になりますので、次はぐるっと一周ですね。他の別動画になるんですけれども、わからない方は見ていただいて一緒に編んでみてください。はい。こんな感じでぐるっと一周周りに細編みを編み入れてきました。
で、最終的な大きさを出していくと、横が17センチぐらいの、縦が上から下まで12.5センチぐらいですね。この鎖のちょっと上の部分、本当に端っこから測ってそれぐらいでした。で、合わせてみると、ここ今合わせてみると、ちょいこっちの方が、1段分多いかなぐらいなんですけれども、多少は大きい方がいいかなと思います。小さいとね、ここの入れるところがスコッと入らないんですよね。なので、ちょっとだけ大きめの方がいいかなと思います。はい。小さかってもぐっと伸ばしていれば入りたい、だからできるので、これよりあまりにも小さかったらちょっとダメだし、あまりにもこんなに大きかったらガバガバなのでダメなので、程よくちょっと差があるぐらいですね。はい。それぐらいが一番いいかなと思います。はい。ではですね、ここでもう底が編めたので、次から側面に入っていきたいと思います。はい。それでは側面1段目です。鎖を1つまず立ち上げます。もうちょっとちっちゃい方がいいかな。ちょっとちっちゃめに鎖1つ。で、根元のところに細編みを1目。でもこの段というかもうこの糸ではずっと細編みだけで編んでいこうと思っているので、ずっと細編みです。で、ダンスマーカーをつけておきます。で、どうしても細編みって右の方にこう斜めにこういっちゃうじゃないですか。なのでそれをなるべく抑えるように、こうじゃなくって、ちょっとこう上の方にこう持ちます。で、こっちに引っ張っていくと、こっちの車高じゃなく、こっちに向くので車高がこっちに向くので車高がだんだんなくなっていくんですよね。で、次の目に入れて、引き出すのを、こっちになるんじゃない、こうですね。なのでこんな感じ。だからとりあえず左の方にこう引っ張るような感じなので、上の方にこう出していくっていうやり方が一番、麻紐とかでもそうなんですけど、ラフィアとか、なんだっけな。そんな感じの糸で編むとね、まっすぐなるんですよ、意外と。なので、こっちにも、私はね、上にこう引っ張るような感じでいつも出して編むと、本当にあまりならないというか、ならないので、本当にこれですね。本当にこれですねばっかり言ってるんですけど、こういった感じで、ここ自体もちょっと斜めに左に向いてるんですけれども、これぐらいがもう本当遮光しないので、こんな見方でいってみてください。はい、こんな感じで編んできてるんですけれども、残りの糸がもうこれぐらい本当にちょっとしかないですね。ここでもう糸を変えちゃいたいと思います。で、これは編みくるみながら進めていこうかなと思ってるので、本当少しだけですね。これしか残ってないので、ちょっと本当に最後の一抜きがギリギリなんですけど、入れてもらって引き出します。本当これだけしか残ってないんですけど、この長さと一緒ぐらいの長さにこっちの方も揃えて、今こう右の手で押さえてるのを左手にこう押さえるのを持ち替えて、これで引き抜いて糸をかいちゃいます。はい。で、こっちの糸は編みくるみながら進めるので、このまんまですね、次の目に入れて、かぎ針の上に糸端を乗っけて編みくるみながら進めるという感じです。はい。こんな感じで糸を変えれたので、1玉で、これだけ編めたので2玉、3玉ぐらいいくかな。ちょっとわかんないんですけど、とりあえずは、このまんま高さがいい高さになるまで編んでいきます。はい。こんな感じで側面細編み10段編んできました。で、下につけてこうペキッと折ってみると、高さが、5.5 センチちょいぐらいですかね。になっています。で、バッグにかぶせてみると、これぐらいの高さになっています。こっちから見ると、ちょっと今これふわふわなってるかもしれないんですけど、こんな感じですね。これぐらいの高さになっているので、いいかなと思ってここで終わりにします。もうちょっと変えられる場合は調節をしてみてください。私は10段にしました。で、ここで終わりになるので、残りの糸はこれだけ残っています。で、ここ、細編みを1目だけ残ってるんですけど、この一抜きの時に、またこっちのデコボコットンですね。この色が違う、この糸の2本取りで、また引き抜いて、それで編んでいこうと思います。はい。それでは一番最後の細編みですね。入れて引き出した、この一抜きの時に、こちらのデコボコットンで、こっちもね、編みくるんでしちゃおうかなと思うので、編みくるむ分、糸処理分ぐらいかな。これぐらい残して、それで、こちらの方を引き抜きます。どんな色になるかですよね、この2色が。合うかな合わないかなわかんないですけど、とりあえず、そのまんまで
ここに入れて、で、こっちの糸端ですね。全部を上に乗っけます。3本あると思いますけど、これを上に乗っけて、その状態で引き抜きます。はい。で、こちらの糸はもう終わりになるので、同じぐらいの長さに揃えてカットしておきます。はい。で、これで糸を変えれました。で、次はこちらのデコボコットンで模様編みを編んでいきます。はい。それでは1段目鎖を1つ立ち上げます。で、根元のところに編みくるみながら細編みを1目編んで、で、目印にダンスマーカーをつけておきます。はい。そしたら3目1つ、3目1模様なんですけれども、鎖をここで2つ編みます。あんまりこう緩くなるよりかは、普通タイプ普通タイプの鎖を2つ編んで、で、また同じ目の中に編みくるみながら細編みをまた1目編み入れます。ということなので、1目に細編みと鎖2つと細編みを編み入れるということです。はい。で、次、2つ飛ばした3目目。ここにまた同じく編んでいくのが今みたいなやつですね。全く一緒で、これを繰り返していきます。よいしょ。はい。細編みと鎖が普通に2つと、で、細編み。2つ飛ばした3目目に細編み、鎖を2つ。で、細編み。はい、こんな感じです。これでもうずっとそんな感じで編んでいこうと思うんですね。すごく簡単で、シンプルなんですけれども、模様編み自体がこれ色がね、こう2色混ざるじゃないですか。なのでもうどんな色になるかですけど、今のところなんとなく綺麗ですよね。イメージ的には。これ単体で使うと2本取りやったら、と思うんですけど、意外といけるかもしれないので、とりあえずこれでいこうと思います。2つ飛ばした3目目ですね。はい。こんな感じでぐるっと一周編んでみてください。はい、ぐるっと一周編んできました。で、最後は1、2と2つ細編みが余っている状態で、一番最初に編んだ細編み、ここの頭に引き抜きます。で、キュッと締めて、これで模様編み1段目の終了です。はい、それでは次2段目です。2段目はこの鎖のところまで1つ引き抜き編みで移動させます。引き抜き編み。で、そっから鎖を1つ立ち上げて、またここの模様編みとも一緒です。細編みを2つ、1つ編んで、鎖を2つ編んで、で、また同じ目に細編みを編む。もうこれの繰り返しになります。で、一番最初に編んだ細編みの頭にマーカーをつけて目印にしておく。で、またこの鎖2つのところ、ここに入れてもらって、細編みと鎖2つ編んで、また同じ目に細編みを編む。はい。これの繰り返しでもうずっと上がっていきます。で、2段目、今これ1つ移動したと思うんですけど、3段目も4段目も同じですよね。1つ鎖のところに引き抜き編みで移動してから同じ模様編みを編むという感じで、これもずっと段数を上げていきます。はい、こんな感じで19段まで模様編みを編んできました。で、ここの高さを測ってみたいと思います。この上から測ってみると、下まで13.5センチぐらいの長さになっていて、かぶせてみると、あとこれだけで上まで行くっていう感じなんですけれども、デコボコットンがあとこれだけですね、になっているのと、ちょっとここでまたこの下のこの色ですよね。ここをちょっと持っていって、それから持ち手のところも、こっちの色で編もうかなと思います。はい。で、編み方自体は、この模様編みですね。これと同じような感じで編んでいこうと思います。はい。それではですね、今、細編みを編んで、鎖を2目編みました。で、一番最後の細編みの、今、かけて引き出しました。この一抜きの時に、先ほどまで使った下のやつですよね。こちらの糸に変えます。はい。で、こっちはもう編みくるまずにして、ここで
同じぐらいの長さに残して、よいしょ、ここをカットしておきます。で、こう結んでおきますね。こんな感じ。はい。で、編みくるむのもいいし、でも編みくるむとね、ちょっとここのところの糸の色がちょっと出そうな感じになるので、そのまま置いときます。はい。で、一番最初に編んだ細編みのところに引き抜きます。またね、バッグ入れちゃうのでね、後ろ全然見えないので、このまんまにして置いておきます。で、肩結びちょっとしておきますね。溶ける、ほどけるとダメなので、ここですね。はい。ギュッとして固定しておきます。そしたらまたここから一緒なので、今引き抜いて、次鎖のところに入れて、またこう鎖一つ立ち上げてっていう編み方も一緒です。多分ここから2段ぐらいでも上のところまでいくかなと思うので、同じような模様編みで2段編んでいきます。はい、こんな感じで2段だけここのところ模様編み編んできました。で、最終的な高さを出していくと、こんな感じで半分に折って上から下まで出していくと、これで20センチちょいぐらいなので、これぐらいかなと思います。バランスがいいのはこれぐらいかなと思うので、高さもかぶせてみたらいい感じだったので、ここでまずは終わりにしようかなと思います。で、こっちのところは、糸処理できるぐらいに残してカットしておきます。はい。で、抜いてもらって、この上のところはね、もう何もせずに終わります。スカラップみたいな感じになっているので、ここのところが。これをね、引き抜き編みとかしちゃうと、ちょっと消えちゃうので、なので、そのまんまにして、最後の細編みの頭に裏からかぎ針を入れて、こんな感じで裏に出しておきます。はい。で、ここだけちょっとシューッと下の方に入れるのと、あと糸処理ってもう、しなくてもいいと思うんですよね。巻き込んでしたところとかがあるし、あとこの中にバッグを入れちゃうので、そんなに気にはならないかなと思うので、ちょっと私はここ肩結び、したんですけども、ここのところをパチッと切っちゃうっていう感じですね。今のこの編み上がりのところだけはちょっとここにシューッと入れて、で、今度はですね、持ち手のところをね、編んでいこうかなと思います。はい、それではですね、持ち手はこんな感じでしようかなと思います。で、これは鎖を53目私は編んでいて、そこで往復編みで4段編んでるんですね。で、周りをデコボコットンですね。まだもうちょっとこれ残ってるので、デコボコットンで一周ぐるっと引き抜き編みをしているという感じです。はい。で、53目にしてこんな感じですると、ちょうどこれぐらいでいい感じになるかなと思うので、53目スタートの鎖の往復編みでいきたいと思います。はい。それではですね、あと糸の残りがこれだけなので、足りなかったらちょっと、あともう一玉ですね、追加なんですけれども、かぎ針はこちらですね、6号針で編んでいきます。で、糸端は少し残る程度で大丈夫ですので、少し残る程度にして、ここから細編みの往復編みですね。まずは鎖を53目編んでから細編みの往復編みで編んでいきます。はい、こんな感じで53目スタート、それから細編みの往復編みで4段編んできました。で、ここでですね、ちょっとね、糸が、切れちゃって、私3玉使って、1、2、3玉ですね。ちょっと足りなかったので、こっちのやつも使ってるんですよね。で、もう一つ足りなかったので、探しに行ったらなかったんですけれども、こっちのコットンジュートがあったので、コットンジュートも一緒なんですね。これも売ってるのかちょっとわかんないんですけど、これが一玉だけあって、同じ色味なので、もうこれを追加で入れました。なので、こっからもう1段とこの3段目の半分ぐらいまで使ってるんですけど、残りがね、ちょっと残ってるかなと思います。で、その状態で、こっちの糸はもう終わりにします。で、次にこのデコボコットンですね。こちらで周りを引き抜き編みをしていきます。はい、それではですね、この一番最後の細編みの引き出して、この一抜きの時にこっちの糸に変えます。こっちの糸も、もう糸処理もせずにそのままだらーっとしておこうと思うので、ちょっと残る程度で大丈夫です。この状態で一気に引き抜いて糸を変えました。で、こっちの方は、こっちのジュート糸の方をカットして、で、この2本をこんな感じで結んでおきます。抜けないようにしておきますね。
はい。で、2つに結んだら、これを引き抜き編みをしていくんですけれども、私ここでつないだ分があるので、これがね、ちょっと表に出るのが嫌なので、ここじゃなくって、普通だったらこっち左にこうずーっとこう編んでいくんですけど、これをこうくるっと向けて、こっちを表にするようにしようかなと思うので、全然どっちでも大丈夫なんですけど、私はこっちの方にするので、今こう、くるっと、今引き抜いてくるっと向けただけなんですけれども、この部分から、この隣からでもいいんですけど、どこでもいいどこでもいいんですけど、この部分からでも、こう引き抜き編みをこんな感じでしていきます。はい。ここのところはね、こういった感じで中にこんな入っちゃうので、見えないんですよね。なので、どっちかで、ちょっと、どんな感じでも大丈夫です。とりあえずは引き抜き編みでぐるっとしていけばいいだけなので、こんな感じで引き抜き編みでしていきます。はい。で、ずーっと引き抜き編みをして角まで入れると思います。この一番最後の鎖のところまで、細編みのところまで入れると思うんですけど、こっちのところもそのまま折り返して、こういった感じの穴のところがあると思うんですよね。これだったら、こういったところとか、よいしょ、こういったところとか、こんなところにチュッチュッチュッと入れて、またこっちに折り返し編んでいくっていう感じです。でこの糸端も、鎖の引き抜き編みでは編みくるみはできないので、そのまま置いてもらって、一番端のこの細編みですね。この頭から順番に入れていくという感じになります。先ほども言った通り、これは中に入っちゃうので、ここのところはもう全然気にもせずに引き抜き編みでやってみてください。で、ぐるっと一周編んでいきたいと思います。はい、こんな感じでぐるっと一周引き抜き編みをしてきました。そしたらですね、ここでおしまいになりますので、ここのところもそんなに長くなくても大丈夫です。普通に切ってもらって、あと残りはこれだけ残りました。で、これを引き抜いて、ちょっと長かったですね。で、またこれ裏から入れて、でまた裏に出しておきます。はい、これで出来上がりです。で、気になるようだったらこれをですね、このどうしようかな、一番最初のこの3本と、こんな感じで結んでおいたら大丈夫かなと思います。ちょっと肩結びしといて、でこちらの部分を、ちょっと残してカットして、で反対のところはもうそのまんまにしておきます。このまんま。これをね、こんな感じでやるので、この後ろのところだけちょっとカットしておきます。はい。で次はこんな感じに持ち手のところをつけてグルーガンで留めていきます。でその後にこちらの本体をですね、こんな感じでかぶせて、でバッグの完成にさせていきたいと思います。はい、それではですね、まずクリップとか待ち針とか、何でも挟むものでも何でもいいです。それでちょっとこんな感じで固定をさせます。で私の場合はこのちょっと出るぐらいになっているので、これぐらいに合わせてこう留めておきますね。で糸端のところはもうそのまんまこう中に入れても見せないので、このまんまにしておきます。はい、でグルーガンが温まったらちょっとこう塗ってもらって、でこのバッグは裏向きになります。もちろん裏向きです。はい、こんな感じでつけます。こっちのところがね中になるので、こっからもう順番にこうつけていくだけになるので、もう全然簡単です。こういった感じで塗って、でピタッと貼り付けるという感じでやっていきたいと思います。はい、こんな感じで貼ってきたんですけれども、私真ん中だけこう、最初にこうつけるような感じにいつもしてて、でこのサイドのところがねピラピラピラとなっているのを一番最後にこうグルーガンでつけるっていう風にしてるので、こんな感じで最後の綺麗な調節みたいな感じでここをペタッと貼り付けるという感じにしていきます。
内側のところだけして、次は外側ですね。右と左右の外側のところが結構空いてたりとかするので、それをします。でこれを一つ終わったら、もう一方の持ち手の方も同じような感じでして、で次はこの本体をかぶせていきます。はい、こんな感じで持ち手のところをつけてきました。で端っこのところがこう間がないような感じで、ここのところもちゃんとつけてあります。でこれができたら、次はこちらの本体の方をバッグにつけていくんですけれども、この右端と左端を出します。でこんな感じでペタッと折ってもらって、この本体がちょっと今ちょっとだけ左にこう向いてるんですね。それをちょっとまっすぐになるような感じにしてペタッと折ります。でペタッとして右端に1個段数マーカーで、そのまんまペタッとして左端にまた段数マーカーをつけておきます。でこれのところがこのバッグのこの内側のこの線になるので、端っこの段数マーカーつけたところとここが合うような感じにするので、そんな感じにこう入れてちょっと合わせていきます。はい、バッグの部分ですね。この内側の線とこの段数マーカーの線を両方とこう合わせてきて、それからこんな感じですね。こう引っ張ってたるみがないような感じで合わせてきました。で中のところももちろんこの端っこですね。この角の端っことバッグの端っことこう合わせて大丈夫になってます。この端っこですね。この角の端っこのところをここの角に合わせてやってきました。で今はこう片面だけしかこれしてないんですけれども、ここまでいったらこっちのところをまたこうクリップで留めてやるようにしておきます。もうこのクリップがねこれだけしかないので、同じような感じです。このグルーガンでまずはここから留めてぐるっとやっていくという感じにします。はい、それではですね、この段数マーカーを取ってここからですね、で出る感じはこんな感じです。ちょっとこの上の部分がちょっと出るみたいな感じにしてあります。でまず1個固定をしたいので、この辺りに塗ってもうそのまま固定で、ちょっと穴が開いてたりとかするので、思いっきりブシュッとブニュッと出しちゃうと、ここの穴から液が出てくるので、ここのところはもうここだったらね全然普通に塗っても大丈夫だったんですけれども、ここのところはそんなに出さない方がいいかなと思います。でちょっとここのところに順番じゃなくここに出してこう留めておきますね。はい、でここの間のところをちょっとやるようにします。これはねちょいギリギリのところにこういった感じにして、で上のところがまたひっつけてなかったらまた再度グルーガンで留めるっていう感じでやっていただいて、こんな感じでぐるっと一周やってみてください。でここのところもこうですね、ここをやってからピタッとしてからこの真ん中をするという感じにしていきます。はい、こんな感じで最後まで仕上げてきました。で内側のところはこんな感じになっています。ちょっとここが出るぐらいで、一回つけてふわふわしてる時にはまたもう一回グルーガンで塗ってもらって、再度こうピッとしてきちんと固定するっていう感じですね。こういうとことか意外とふわふわとかするので、ここのところもあんまりギュッとするとちょっとこう見栄えが悪くなっちゃうので、それなりにこうつくような感じにしてもらってですね。で中身はこんな感じです。で結構すごいいっぱい入るし、あまりにもね大きいもので編んじゃったりすると重さが出るんですけれども、これぐらいがいいかなとは思います、大きさ的にはね。で内側のところはナイロンのこのバッグになっているので、汚れとかもそんな、気にはならないかなと思います。あとここのマグネットですよね。これが気になるっていう方いらっしゃると思うんですけど、この外側に編んだものをひっつける前にこう差し込み式のこうパチンパチンがあると思うんですよ。それを先にしていただいてから外側にこの編んだのをつけるっていう風にしていただいたら、パチンパチンもできますしね。あとチャックも、やろうと思ったらできるかなと思うんですけど、それはまた別の動画でも私やろうかなとは思ってます。同じぐらいのサイズでね。
そうすると中身も見えなかったりとかするんですけれども、今回は何もなしということで編んだだけのものをかぶせてみました。でこの色合いがどうなるかなと思ってたんですけれども、パッと見ね、なんか思ったのが紫陽花チックだなって思ったんですよ。なんか紫陽花のお寺とか行くと、こういうなんか綺麗な色合いがブワーって並んでるような感じがして、これからの季節に全然もう可愛らしい雰囲気ですよね。夏とか春とか、ちょっと秋まではいけないかなと思うんですけれども、こちらがねジュートなので、ですが今からの季節持っていただけるんではないかなと思いますので、よろしければ他の色もありますし、オリジナルでお好きな糸で編んでいただければなと思います。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。